正方形がある。これと接するように、同じサイズの正方形を配置していく。重ねちゃダメ？ああ、交わりが正の面積を持つのは禁止する。さて、正方形を最大で何枚くっつけられるか？8枚。ああ、少なくとも8枚置けるな。少なくとも9枚置けないことを証明できるか？証明。どう考えても無理でしょ。そうか？ 1個目がギリギリ接するようにここで始めて、ぎっちぎちに詰め込むとこうなるから、これが限界でしょ。絶対に？正方形の一辺の長さを1として、長さ8のロープで緩く囲んでみる。は？唐突にも程があるよ。見ればわかるだろうが、このロープは、元の正方形を中心を基準に2倍に拡大したもの。で、これとさっきの話に何の関係が？繰り返すと、ロープの長さは8だぜ。それで？もし、正方形をどんな風に内側の正方形にくっつけても、ロープの長さ1以上の部分に重なってしまうなら、正方形を9個置くスペースなどないと言える。確かに、物理的に足りないね。というわけでこの部分の長さが1以上であることを証明しよう。まず、ロープが正方形を横断する場合、つまり、ロープが正方形の一辺からその対辺まで渡る場合、重なりの長さは確実に1以上あるな。正方形の向かい合う辺同士は1離れてるからね。以後、ロープが正方形を横断しない場合のみ考える。角がロープの内側に1個だけ入ってる時って感じかな。その角が黒正方形の頂点に重なるように白をスライドさせる。なんでそんなことを？これによって重なりの長さが増えることはないので、内側の角が黒正方形の頂点と一致する場合のみ考えればいい。確かに、こっちはこの横の部分が短くなっただけだね。でも、こっちは縦の部分が増えちゃってない？その代わり横の部分がこれだけ短くなっている。ああ、白四角の傾きから言って、ロスの方が大きいね。というわけで、白と黒の正方形が頂点を共有するときを考える。もし、同じ方向で置かれていたら、ここの長さはちょうど1か。傾いたらどうなるか？ここが増えて、ここが減ったけど、この2つは同じ長さだから、合計は1のままだね。というわけで45度傾くまでは長さは1で、さらに傾くと状況が変わる。まあ、1より短くはなってなさそう。この角度をθとすると、ここの長さが2分の1だから、正方形の中のロープの長さをタンジェントで表せて、タンジェントはこの辺りで下に凸だからこれは1以上だぜ。増えるペースの方が早いって感じかな。さて、さらに傾くとまた状況が変わり、ロープが正方形を横断しちゃってて、これはダメだったね。というわけで、黒正方形に接する正方形は、ロープの長さを必ず1以上消費する。ってことは、この正方形は8人用だね。よかったらチャンネル登録してほしいぜ。ご視聴ありがとうございました。